今回はロードポーネグリフとラフテルの場所についての考察をしていきたいと思います。順序立てて理由をお話しするので、結論は後半に言います。結論だけでいいよっていう人は下の表示の時間で見れます。では行きましょう。ロードポーネグリフについて初めて語られたのはクジラの木の中ですが、その戻り道、ナミが現在ログポースのログをたどってないけどいいのかということを犬嵐公爵に聞くと、その3本の指針が全て一つの場所を示す航路はある。ただし、ユガラたちはこれまでの旅ですでにその先の冒険を始めているのだ。本来ならばそのログの終着点で初めて気づくのだ。ポーネグリフと古代文字の謎に。それを生み出した文明と見えぬ最後の島ラフテルの存在に、ロジャーはそこから大きく冒険をやり直したと教えてくれました。ログポースの最終地点はロードスター島です。時間短縮のためにここからはポーネグリフを石、ロードポーネグリフを赤い石と呼びますが、ロジャーは白ひげとおでんに4つの赤い石がラフテルを示す地図であることを話していたので、おそらくロードスター島にはそのことを記した石があったのでしょう。ここで注目したいのは、ロジャーはロードスター島にたどり着いてから13年間も先に進めていなかったのに、おでんに会ってからの数ヶ月でラフテルにたどり着いていることです。不思議なのは、ロジャーは重要な赤い石が4つあることを知りながら、心当たりがあるといった場所をまだ見に行っていませんでした。13年間もあったのだから一度くらい見に行きそうなものなのに。このことから推察すると、ロジャーはワノ国とモコモコ王国に赤い石があることを知ったことで、もう一つも心当たりがあると言ったのではないでしょうか。古代文字は読めずとも万物の声を聞くことができるロジャーは、これまでに見つけた石の情報から、ワノ国とモコモコ王国が空白の100年に世界政府と敵対していた勢力側の国であったことを知り、残りの勢力と予想できるシャンドラ、エルバフ、リュウグウ王国のうちシャンドラは捜索済み、リンリンの赤い石はおそらくエルバフのものだから、残る一つはリュウグウ王国にあるのではないかというふうに考えたのだと思います。では赤い石にはどのようなことが書かれているのでしょうか。そのヒントとなるのはナミのセリフです。石にこれが書いてあったの？確かにこれを元に海図が書ける。何かの場所を特定できそうよロビン。つまり海図を文章化したものだということがわかります。皆さんは文章からの海図の書き方ってご存知ですか？僕はこれを知った時めちゃくちゃ驚いたんですけど、語呂合わせを使って書くみたいです。ペケペケはゴワムシ、そこからいいよの三八みたいな言葉を海図に起こしていくんですけど、ペケペケの場所は緯度経度線の交点から北に58ミリ、東に64ミリという意味で、そこから114度の方向に38ミリといった感じで線を引くそうです。さすがにこれでは万物の声が聞けるロジャーであっても理解することはできません。おでんがこの文字はワノ国は光月家に伝わる一子相伝の暗号だぞというのもうなずけます。つまり赤い石に書かれているのは語呂合わせを使った海図を表す文章。というのは普通に考えたら誰でもたどり着くことなので、小田先生ならもうひとひねりするのではないかと思います。それにこれでは、なぜおでんが乗船した後に前半の海から航海をやり直したのかがわかりません。では結論を言います。長々とお待たせしましたが、僕の考える赤い石に書かれていることとは、絵描き歌です。そう考える理由が7つあります。先ほど紹介したような語呂合わせを使って海図を文章化したものは、一つの地図を書くためにとんでもない量の文字数が必要になるため、赤い石に刻まれている文字数では到底足りないということ。理由2、小田先生は最終章の伏線を第1話から仕込んでいそうですが、SBS すら始まる前、第1巻のステップ2に音楽をつけたら絵描き歌になりそうなドクロマークの描き方を紹介していること。理由3、最終章に入った105巻に歌の絵描き歌を載せてきたこと。理由4、絵描き歌はワノ国、日本で生まれた歌だということ。理由5、僕は月から来たであろう初代イム様はラフテルにいるんじゃないかと考えているんですけど、以前に考察したようにトットムジカが初代イム様とリンクさせられているなら、トットムジカの封印を解いた4枚の楽譜は4つの赤い石とリンクしているということ。つまり歌が書かれた楽譜です。理由6、僕はラフテルはクジラを表す何かの中にあると考えているんですけど、モコモコ王国のクジラの木の中に入るには、鶴を渡る正しい道順を覚える必要がありました。これがグランドラインの航路を表していると思います。つまり正解の航路は一つしかない。絵描き歌は描くものをあらかじめ知っていないと描くことができないので、
グランドラインの正解の航路にある何かを指し示すような絵描き歌の場合、違う航路でロードスター島まで来てしまったのであれば、逆走して見に行く必要があります。これがロジャーが航海をやり直した理由になること。理由7、金右衛門たちが暗号として使っていた判じ絵は、絵から文章を読み取るもの。これは日にち、時刻、場所など細かな情報を暗号化したものであり、ワノ国に住む者しか理解ができません。赤い石にはおそらくこの逆となる文章から絵を描く暗号が刻まれており、ワノ国出身ではないロジャーには解読できなかった理由にもなります。以上の理由により赤い石に描かれているものは絵描き歌だと僕は思います。では4つの赤い石が示すラフテルはどこにあるのか。そのヒントは第966話からのおでんの回想シーンにあります。おでんを仲間に加えた後、ロジャー海賊団が前半の海から航海をやり直していることがわかりますが、それは麦わらの一味が通った航路と同じです。ここでこの動画の初めに話したナミの質問に戻るのですが、ログをたどってないけどいいのかと聞くナミに対して、クロッカスも海賊王のクルー、すべてを知る者の一人だ。ユガラたちが嫌いでない限り嘘はつかん。大丈夫、道は間違えてない。このまま進め、と言っています。これは少し勘ぐりすぎかもしれませんが、クロッカスは嫌いな海賊には間違った航路しか教えていないのかもしれません。ということは、ラフテルはこの前半の航路のどこかにあるという可能性も考えられます。これは少しいやらしい考え方かもしれませんが、なぜ小田先生は航海のやり直しをジャヤから描いたのか。第1076話でシャンクスがドリーとブロギーと知り合いであったことが分かりました。ドリーとブロギーは100年間リトルガーデンで決闘をしていたわけですから、シャンクスと知り合ったのはおそらくロジャー海賊団が航海をやり直した時でしょう。ということは、ロジャーたちはグランドラインの最初からやり直したことになります。だとしたら、僕が小田先生の立場なら、リトルガーデンとアラバスタは普通に書くと思います。ではなぜジャヤからなのか。本来は赤い石を4つ集めた後にロードスター島からラフテルに出港するのが最短なルートのはず。これは小田先生がジャヤより前は考えなくていいよと読者にヒントを出してくれていると思います。この仮説が正解であるのなら、ラフテルへの入り口はジャヤの近海にあります。麦わらの一味が空島に飛び、その後にたどり着いた島ってどこでしたっけ。ロングリングロングランドです。ロングリングロングランドは年に一度だけ潮が大きく引く日があり、島々はその日数時間だけ一つの島として本来の姿を取り戻すんです。この本来の姿、王冠みたいですよね。空島を経由しているので忘れがちですが、ロングリングロングランドの前の島はジャヤです。ジャヤは400年前まではドクロの形をした島でしたよね。ジャヤが最終地であり、ラフテルにたどり着いたものが海賊王であるなら、この王様のドクロを海賊にしなくてはいけません。小田先生は一巻の一番初めに答えを書いてくれていたんです。クロスする大腿骨。これが地図上で赤い石が示す4つの点を結んだ線です。宝の地図の×印といえば宝のありかなんです。先ほどラフテルはクジラを表す何かの中にあると言ったんですけど、そのままクジラのラブーンにも海賊マーク書きましたよね。しかも絆創膏でペケ印まである。でもこれじゃあジャヤがラフテルになっちゃうじゃんという声が聞こえてきそうですね。もちろんそんなわけはありません。ジャヤはジャヤであり、ラフテルではありません。ラフテルはジャヤの下にあったんです。クリケットの話によれば、ノックアップストリームは海底より深くにある大空洞で起こる大爆発だそうです。ノックアップストリームで島の半分が空へ打ち上げられたというのなら、その下には海底がなくてはいけません。400年前のジャヤの地形はこんな感じで、下に海があったのではないでしょうか。400年前のジャヤには地震が頻繁に起きていることも分かっています。ジャヤの下の海底には大空洞があり、途方もない年月をかけてノックアップストリームにより大地を削り続けた。次第に大地がノックアップストリームの衝撃に耐えきれなくなり、ノーランドが大地の裂け目に挟まれたあの大地震の時、完全に大地が2つに分かれ、次の衝撃で空へ飛ばされたと考えられます。クリケット曰く、ノックアップストリームの場所は毎回違い、ジャヤ近海で月に5回も起きています。ジャヤ近海にどれだけの数の海底の大空間があるのかは分かりませんが、月5回という頻度が延々続いているということは、爆発の後も海底の大空間は壊れず、減りはしないということではないでしょうか。そう考えてクリケットの説明を見てみると、これってサイフォン式コーヒーメーカーの原理ですよね。
もしクリケットの言うように大爆発による海流だとするなら、約1分間海が空へ上昇し続けるのはおかしい。本来はお湯が通る筒があってこそのサイフォン式なのに、筒がない上空1万メートルまで海流が上昇し続ける理由なんて、雄大な自然現象を言葉や理屈で言い表すなど愚かなことなので僕は考えません。それこそ月5回のモグラ叩きみたいな感じで一定数の穴からノックアップストリームは出ている。つまり僕が言いたいのは、今もラフテルはもともとジャヤがあった下の海底にあるということ。空ではなくて海底にあると考えている理由は実はもう一つあって、ナミが赤い石の内容を読んだ時にこれをもとに海図が書けると言っているんですけど、ナミが幼少期からアーロンに書かされていた海図って海の中の図面だったんですよね。小田先生が序盤からラフテルのヒントを忍ばせていたのなら、ナミが赤い石をもとに描く海図の何かの場所とは海底を指しているということがあり得ると感じています。4つの海底のポイントを高低差まで含めて線で結ぶなら、ラフテルの位置も海底となります。きっとシャボンディ諸島から遠く離れたジャヤの海底に潜るために、レイディは船をコーティングする技術を身につけたんですね。ではどうやってラフテルに行くのか。僕はジャヤを空島まで飛ばしたノックアップストリームの全長である大渦に飛び込むのだと思います。そのヒントはロングリングロングランドとワノ国にあります。ロングリングロングランドのロングサンゴ礁地帯もワノ国近海の急流も、どちらも正しいルートを通らないと先に抜けることができず、抜けた先にはどちらも大渦が待っています。これがグランドラインの正しい航路を表しているのであれば、最後は大渦に行かねばなりません。クリケットの家があった海岸から第644話の扉絵に描かれているイースタンバードを頼りに、本来ドクロの顔があった東に進み大渦に飛び込む。ではその先は？ヒントは空島編と劇場版ワンピーススタンピードにあります。空島編は最終章を表していそうだという考察は多くありますよね。空島で4つの赤い石とリンクしていそうなのは黄金都市シャンドラにあった4つの祭壇です。その中心に位置すると言われていた大鐘楼はそこにはなく、あったのは神の社へと続くジャイアントジャック。ジャイアントジャックは渦を巻くようにぐるぐるねじれて伸びています。これと似ているのが劇場版ワンピーススタンピードで海賊万博に参加した海賊たちが強制的に大渦に入れられた後に数秒間だけ現れたホワイトストローム。原理はおそらく逆さにしたペットボトルをぐるぐる回して中の水を出すと現れる渦の柱と同じでしょう。映画ではその後ノックアップストリームで魚人島のようなシャボンに包まれた島まで行きました。これらがヒントだと考えるなら、ラフテルはホワイトストロームの終点である海底の下の大空洞にある。ロビンによればホワイトストロームに捕まった船は信じられないほど遠い海で船だけ発見されるらしいけど、ジンベエの操舵技術があればきっといける。ルフィがホワイトストロームのことを夢のワープゾーンと言っていますよね。ホワイトストロームは海賊王になれるラフテルへのワープゾーンというわけです。これが僕の考える海底の大空洞に行くための方法です。ちょっとここで補足。前回の動画でワンピースには7ではなく8という裏設定がある気がすると話しているんですけど、その答えがホワイトストロームだったみたいです。前回の動画を見ていない方もいると思うので説明すると、チョッパーは7段変形面白トナカイと言われていたけど、本当はモンスターポイントを含む8段変形でした。カイドウのシュロン八景は7種の上語なのに8種を意味する八景でした。七部会のレベルを語るクロコダイルに対し、ルフィがだったら俺は8部会だと言いました。53巻の表紙は7色の蛇の上を歩くルフィが描かれていますが、サロメの白も含めたら8色です。パイレーツフェスティバルの T シャツのロゴは7色と見せて、ドクロのあご骨の白も入れた8色。ドクロのゴーグルも分かりやすく8になっています。7ではなく8ということが多いため、何かの裏設定なのかなと考えてたんです。それの答えがホワイトストロームとはどういうことかをお話しすると、空島から無事正解に降りた次の第304話の前に4ページ分麦わら劇場が描かれているんですけど、これって異例ですよね。その前の SBS に小田先生がカラーで見せたかったとわざわざ書くほど色にこだわっています。設定は美しい音色で魚をおびき寄せ、それを食おうというよくわからないものなんですが、その音楽につられて伝説の七色ウツボブラザーズが登場するんです。これがジャヤの近海だという断定はできませんが、少なくともジャヤとロングリングロングランドの間にいる時に描かれました。七色ウツボブラザーズは7色の竜にも見えますから、
登場したのは7色だけど、海の中に8色目の白い竜がいるということを表していたんです。つまり7ではなく8というのはラフテルの場所を示すヒントだったということです。もしかするとジャヤの地図に描かれていた渦と竜もヒントだったのかもしれませんね。さて、これまで僕が見つけたヒントを考えると、海底の大空洞にたどり着いてもラフテルまでにはまだその先がありそうですが、随分と長くなりそうなので、この先に何があるのかの話は次回にしようと思います。その代わりに今回の動画に入れておきたいことを話します。気づいている人が多いと思いますが、麦わらの一味とロジャー海賊団の航路は全く同じというわけではありません。絵描き歌のモチーフを全て見るためには同じ島に行かなくてはいけないはずです。このコマはおそらくレイリーと修行した島。テキーラウルフはロビンが言ってますので大丈夫でしょう。ですが魚人島を出た後、ロジャーたちは雷神島に行き、ルフィたちは行こうとしていたのに行けませんでした。それからワノ国に行くまでに計3つの島があります。これではルフィたちは絵描き歌が描けないかもしれません。でも一人言ってますよね。もうずーっと出てきていない超新星の一人。そう、ウルージです。ここまで引っ張ったのだから、最後にどでかいピースを埋める場面で登場すると都合よく期待しています。というわけで今回の考察は以上です。次回も多分引き続きラフテルの考察をやると思います。見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次回。